皆さん毎度です。猿頭トリートメントでございます。このチャンネルでは XREAL1S のレビューなど XREAL の AR グラスをこれまでも紹介してきたんですけれども、その XREAL から今度はとんでもない新製品が発表されたので、今回はその情報を丸ごとお届けしたいと思います。その製品の名前は XREAL オーラ。かっこいいですね。これまでの XREAL といえばスマホや PC の画面を目の前の大画面に映すいわゆるディスプレイグラスでした。ところがどっこい、今回のオーラはそこから一気に進化しています。なんとグラスとセットになった小さな端末だけでスマホも PC もつながずに単体で動く、そんな空間コンピューターになっているんですよね。しかも Google の AI であるジェミニが最初から搭載されています。価格や発売時期、日本の展開まで気になるポイントを全てお話したいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず XREAL オーラがどんな製品なのかを見ていきたいと思います。 XREAL 社はこのオーラをヘッドセットでもなければディスプレイグラスでもない空間コンピューティンググラスだと表現しています。これがどういうことかというと、これまでの XREAL1 シリーズはスマホとか PC とか携帯ゲーム機の画面を目の前の大きなスクリーンに映すためだけの製品でした。あくまでも映すだけの道具で頭脳になる本体は別に必要だったわけです。ところが今回のオーラは違います。グラス本体ともう一つコンピュートパックと呼ばれる手のひらサイズの端末がセットになってます。このパックがパソコンのような役割を担ってて、アプリを動かしたり映像を作り出したりしてくれます。なのでスマホや PC をつながなくても、このグラスをかけてパックを操作するだけでアプリが立ち上がって映像が空間に広がる、そういった Android XR に対応したデバイスとなります。イメージとしてはメガネをかけるだけで目の前の空間に好きなだけ画面を広げることができて、スマホやパソコンを持ち歩く代わりにこのグラスとパックがあればいい、そんな製品だと思ってもらえればいいのかなと思います。それではこのグラス本体とコンピュートパックそれぞれの中身を見ていきたいと思います。まずはグラス側、目の前に映像を映し出すディスプレイにはソニー製の小さな有機 EL ディスプレイが使われていて、片目あたり 1920×1200 という高い解像度を持っています。視野角は70度。 XREAL のこれまでのモデルで一番広かったのが上位モデルの1 Pro の57度なので、オーラはそれをさらに上回る70度ということになります。画像が映る範囲がかなり広くなっていて、視野いっぱいに大画面が広がるイメージですね。リフレッシュレートは最大 120Hz。 そしてオーラはカメラを3つ備えています。まず2つは周りの空間を読み取るためのカメラです。もう1つは AI が目の前の状況を認識するための高解像度カメラだそうです。さらに明るさを5段階で調整できる電子調光機能も搭載されています。集中したい時は暗く、周りを見たい時は明るく、シーンに合わせて切り替えることができます。音回りもしっかりとしていて、BOSE がサウンドの調整を担当しています。続いて頭脳役のコンピュートパック。中身を動かしているのはクアルコムの最新のチップ、スナップドラゴンリアリティエリート。これは XR 用デバイスに作られた最新のチップだそうです。メモリとストレージは2種類用意されているようなんですが、上位モデルだと 16GB のメモリーに 512GB のストレージ、バッテリーは 4455mAh、 USB Type-C の差し込み口が2つあって、片方はグラスをつなぐためで、もう片方は充電や PC などの外部機器をつなぐために使います。そしてこのパック自体がコントローラー代わりになります。本体の表面を指でなぞったりタップすることで、スマホの画面を操作すると同じ感覚でメニューを選んだりカーソルを動かしたりできます。もちろん Bluetooth でキーボードやマウス、それからゲームのコントローラーを接続することもできちゃいます。さてここまではスペックの話をしてきましたが、ここからがオーラの本当に面白いところです。このオーラの中身を動かしている OS は Google が作った Android XR というものです。スマホでおなじみの Android OS を XR、つまり VR や AR といった空間表示の世界に向けて作り直したものだと思ってください。これによって Google プレイから普段使っているアプリをそのまま入れて使うことができます。特別な設定をしなくても最初から Google マップ、YouTube、Chrome、Google フォトといったおなじみのアプリがそのまま使えて、さらに XR 専用に作られた100以上のアプリも体験できるとされています。そしてこの Android XR に最初から組み込まれているのが Google の AI ジェミニです。ジェミニはユーザーが今見ているもの、それから目の前の状況をそのまま理解してくれます。声で話しかけるだけで見ているものについて質問をしたり、アプリを立ち上げてもらったり、操作を手伝ってもらったりすることができます。例えば道を歩きながら目的地まで案内してって言うと、視界の中に小さな地図が浮かんで道案内をしてくれる。他にも家で料理をしている時とか、手が濡れててスマホを触れない場面でも、さっきのメッセージに了解って返してと言えばそのまま返事をしてくれたり、明日の19時に予定を入れてって言うとカレンダーに登録してくれたり、手を止めずに声だけでいろいろこなせるようになります。
いやでもそれやったらスマホでもいいんじゃないのって思うかもしれませんが、スマホと違って取り出す必要すらないというのがグラスのいいとこですね。そしてオーラの中でも一番使ってみたいと思ったのがリアルタイム翻訳です。目の前の相手が外国語で話をすると、その内容がリアルタイムに翻訳されて視界の中に字幕として表示されます。これどんな感じなんでしょうね。これかけて海外旅行行ってみたいですよね。それから仕事の道具としても優秀です。アプリのウィンドウを空中に最大5つまで並べておけるので、例えば左側に資料、真ん中に調べ物のブラウザ、右側にメモといった具合に自分だけのマルチ画面デスクをカフェでも新幹線でもどこでも作れるわけです。そしてやっぱり気になるのは発売時期とお値段ですよね。まず発売時期は2026年の秋を予定しているそうです。価格はベースモデルで税込み24万円以下になる見込みと X リアルが明言しています。あくまでもこれを超えないという上限の話なので、最終的な価格や構成は発売が近づいたら改めて発表されるとのことです。決して安い買い物ではないんですけども、新しいもの好きとしてはやっぱり欲しいと思っちゃいますね。ただちょっと買えないかな。いや使ってみたいな。そして嬉しいのが発売地域に日本が入っているっていうことですね。オーラはアメリカ、イギリス、日本、韓国、そしてヨーロッパの一部の国で発売予定で、日本は最初の発売地域に含まれてました。海外に遅れて日本は後回しっていうことがよくあるので、これはありがたい話です。ちなみにすでに先行予約始まってます。気になる方は公式サイトをぜひチェックしてみてください。というわけで今回の動画では X リアルオーラを紹介してみました。皆さんはこの X リアルオーラどう思いましたでしょうか。もしよければコメントで教えてください。いやー AR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならさよならさよなら。